いやー、先日ですね、生まれて初めて、携帯電話を壊してしまいまして、まあ、いきさつの方を話させていただきますとですね、うちの会社の先輩がですね、携帯電話を新しく買いまして、それがね、今ちょっとiPhone とかでもね、最新作の流行りの三眼レンズとか、ものすごいなんかごっついカメラがついた携帯とかありますよね。あれのギャラクシーのやつなんですけどね。で、その携帯のカメラの方ね、ちょっと見せてもらうとですね、カメラの性能がね、凄まじいんですよね。もう GoPro かって思うようなぐらい。映像も綺麗ですしね、何より手ブロ補正がね、ほんとすごかったんですよね。で、そんなね、携帯電話を買った先輩がですね、その先輩もバイク乗ってるんですけども、そんな先輩がですね、携帯電話のカメラでバイクの走行動画を撮りたいと、そういうふうに言ってらっしゃったんで、それならと、携帯のね、ネックホルダーをおすすめしたんですよ。まあ、ギャラクシーはどうかわかんないんですけど、あの手の三眼レンズとか、そういうカメラってiPhone とか、バイクに直接ね、携帯電話とか取り付けると、振動で壊れるらしいんで、カメラの方が。まあ、それならと思って、振動がね、そんなに大きくないであろう、ネックホルダーをね、おすすめしたんですけどね。で、その先輩がですね、ネックホルダーを購入しまして、で、ある日ですね、会社の方に朝持ってきてたんですよね。で、そのネックホルダーね、どういう風に携帯を取り付けて、どんな風な角度で、撮影したらいいのかということで、僕の携帯を使って、ネックホルダーに取り付けて、実践をしてたんですよね。こんな感じでどうですかみたいな感じで。で、まあ、そんな感じでですね、ああ、そうか、なるほど、分かったみたいな感じでですね、実践の方を終わりまして、そのネックホルダーの方からですね、僕の携帯を外そうとしたときにですね、意外にもですね、まあ、携帯落ちないようにするためには仕方ないのかもしれないんですけど、携帯を固定するね、スプリング、そのバネの力がですね、予想以上に強くてですね、うんって言って力入れて、携帯をね、外そうとした時ですよ。ボイーンって感じで取れてしまいまして、携帯飛ばしてしまったんですね。あーとか思って、そしたらその携帯、僕の携帯ね、液晶画面を真下にした状態で、フリスビーみたいに飛びまして、パッシャーンっていう音がね、めっちゃ嫌な音しながらね、着地したんですよね。あーとか思って。まあ、ただまさかね、あんなことになろうとは思ってなかったんですけど、その拾った携帯、裏返しになってたんでね、パッとね、こう、大丈夫かなっつって、パッとこう、液晶画面の方をひっくり返して見てみたらですね、これですよ。まあね、まあさすがにね、ひっくり返した途端にチーンみたいな顔にはなりますわな、これ。意外にね、携帯電話の液晶って、タフな部分もあるんで、なんとかね、液晶はね、映ったりすることもあるんですけど、まあ僕の場合は、何も反応なしでした。電源ボタンを押したら一瞬ブーってこうバイブが動くんですけど、液晶画面は全く映ることもなく、まあ、当然液晶画面が映らないんでね、そのままデータが中に入ったまんま僕の携帯がご臨終されたんですけど、
いやー、ダメですね。やっぱ携帯ってやっぱ角から落ちる分には強いのかもしれないですけど、地面に対して平面にバシャーンと落ちると全面が割れちゃいますよね、あれ。まあそんなこんなでね、もう焦ってね、もうこれじゃもう人との連絡がね、全く取れなくなってしまうんで、今のご時世、携帯なくなったらね、もう慌ててもう、ね、携帯電話買い替えに行きましたけども、まあソフトバンクなんですけど、安心保証パック入っててよかったわ。2000円で済みましたんで。まあ、皆さんもね、決して携帯電話、安いものではないので、壊さないように、お気をつけるようになさってくださいね。はい、どうも、つっちーです。今回の動画のお話なんですけどもね、まあ、メインとしては、元ブログに使うカメラのお話ですよね。これをしてみたいと思うんですけど、まあね、ここまで10本ぐらいですか、動画をね、上げさせていただいて、まあ自分でね、見返したりとかもしてね、いろいろ考えたりしてたんですけど、課題山積ですよね。いろいろとね、改善しなきゃいけない点とか出てきたんですけど、まずね、やっぱり、この自分の声がキモい。これはね、昔からね、僕思ってたんですけど、ホームビデオとかにね、子供の頃から自分の声がこうテレビからスピーカーに出てくるわけじゃないですか。その声がね、すごい自分にとってね、気持ち悪く聞こえるんですよね。これは何なんですかね、僕だけなんですかね。自分の声がね、スピーカー、機械を通してスピーカーに変換されてね、出てくる自分の声。気色悪いですよね。誰やこの声とか思って、俺やんけまあそうなんです。まあ、ただこれはね、どう考えても、授かり物でしかないんでね、自分でどうにかできるわけでもないでしょうし、まあ、編集ソフトでね、音源をちょっと調整することはできるんでしょうけど、それはそれでまあなんか違うような気がするしね、自分じゃないような気がしますし、まあ、しょうがないのかなって思いますけど、あとはね、やっぱり、これはね、ちょっと慣れてないせいもあるんですけど、自分のしゃべりがね、キモい。マス通ならともかくとしてね、一人でね、こうヘルメットの中でペラ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 喋るっていうのはね、誰に対してものを言ってるのかっていう感覚になってしまうので、なかなかね、やっぱこう慣れが必要で難しいんですよね。思ったように言葉を出せないというか、まあこれはね、やっぱり慣れていくしかないんでしょうけど、まだまだ修行がいりますね、これは。ね、自分で今までの動画見返してて、こいつ何言ってんねん、気色悪いなと、俺やんけって話になるんで、まあ喋りに関してのね、不満点とかはね、まあやっぱり数を重ねて経験を積んでいけばね、多少はマシになっていくとは思うんですけど、で、まあ、さらなる不満点、まあ、これはね、道具でなんとか解決はできると思うんですけど、これですよね、映像です。まあ、元ブログに使うカメラなんですけどね、まあ、携帯ぶっ壊したって話、さっきしましたけど、先輩が持ってたっていう携帯の話したと思うんですけど、三眼レンズとかの携帯電話ね、あれとかもね、まるで GoPro かって思うようなぐらいのね、画質と手ブレ補正の良さ、性能の高さ、実感しましたけども、やっぱりね、元ブログってやっぱりこう、走行動画を撮って人に見てもらうっていう趣旨のね、映像なんで、カメラってね、やっぱり大事だとは思うんですよね。僕のね、今使ってるこのカメラの何の知識もなくね、適当にポチった中華アクションカム、ムソンさんのね、プロ3ってやつ使ってるんですけど、悪くはないんですよ。悪くはないんですけど、
ちょっとこの手ぶれを効かせた状態での画角がめっちゃ狭いっていうね、難点がありまして、僕1台しか持ってないんで、もしこのカメラにね、故障とか起きて何かあった時、替えのカメラがないっていうのもありますしね、もう一つ何かカメラを持っておいた方がいいかなっていう考えでね、いろいろ今何を買おうかとか模索中なんですけど、もう無数にある中華アクションカムやGoPro なんかのね、カメラありますけども、その中で何を買うんやっていう話になるんですけど、モトブログに使うカメラってね、いろんな機能がね要求されちゃうんですよね。一言にモトブログって言ってもいろいろ種類はあると思うんですよ。走行動画だけを淡々とこう流すモトブログもあれば、僕みたいに喋りを入れて動画と一緒に流すっていうモトブログもあれば、走行動画にね喋りは入れずにテロップだけでね解説みたいな感じでやる動画もあれば、ただ単にひたすら喋ってるようなモトブログもありますよね。そんな中でね、僕の動画っていうのはやっぱり喋りも入れながらやっぱり映像も撮りたい、そういうブログなんで、カメラに要求されるね機能がねやっぱり結構ハードル高いんですよね。映像も撮れて音声も収録できて、でなおかつ手ぶれとかも効くとかね、もうとりあえずもう全部載せみたいな機能が要求されてしまうんですよね。音声とかに関してはね、別撮りでボイスレコーダーみたいのを使ってね撮ってらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけど、できればねやっぱり機材の数はね少なくした方がいいと、身軽にした方がいいんでね、カメラ1台でどうにかできれば言うことはないんですけどね。そんな中でね、この今使ってるムソンさんのプロ3、たまたまポチったカメラだったんですけど、このカメラね手ぶれと画角が狭いっていう不満点以外はね意外とね使えるんですよね、これ。画質とかに関してはね、やっぱり中華アクションカムっていうところは否めないですけどね、1080p とかで撮ってるとだいぶ劣化しちゃうんで、今 2.7K とかで撮って対応はしてるんですけど、で手ぶれ補正がね、このカメラこの縦方向はねすごいよく効いてると思うんですけど、どうしてもなぜか横がねすごい弱いんですよね。左右にブル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 震えてるのが今までの見返してみるとねあると思うんですけど、どうしても横が弱い。ただこのカメラそれ以外はねすごく使い勝手がいいんですよね。買った時に一緒に付属されてるピンマイクあるんですけども、これ何も対策してないです。口元にただヘルメットにつけただけで風切り音は入りますけど、自分の声はちゃんと綺麗に取れるんですよね。でね、やっぱりアクションカムのピンマイクって言ったらやっぱり音声の感度が敏感だったりとかね、鈍感だったりとかでね、音割れしたりとか全然声聞こえなかったりとかね、そういう問題あると思うんですけど、このカメラのマイクに関してはね、風切り音は入るんですけどそこまで気にならないですよね。充電に関してなんですけど、やっぱりバッテリーをねやっぱり切れたら取り替えるっていう作業がね煩わしいっていう方もいらっしゃると思うんで、常時充電、外部電源をね接続してずっと撮影できたら楽でいいじゃないですか。そのことに関してもねこのプロ3っていうカメラねクリアしてるんですよね。ピンマイクの穴とは別に充電できる USB の穴がついてるんで、バッテリーがやばくなったりしたらね、もうそこにバッテリーUSB につないで充電しながら録音もできるという機能をね、何も工夫もなしにできるというね、
いわゆるなんていうんですかね、全部乗せというか、かゆい部分に手が届くっていうようなね、そういうカメラだったんですよね。これたまたま買ったんですけど、まあそういう意味ではね、ものすごく使い勝手が良くて、わりかしね、映像の画角が狭いとかそういうの以外除いて気に入ってはいるんですけど、ただやっぱりね、これ1台では心もとないということでね、新しいカメラ探してるんですけど、いろいろね、中華アクションカムあるんですけど、例えばね、赤楚さんとかだったら、V50X だったり、ブレイブ7だったりとか、ね、ただ赤楚さんはね、ピンマイク、付属のピンマイクがね、すごく感度が良すぎるらしくて、音割れしちゃうらしいんですよね。手ブレはすごくいいらしいんですけど、でね、このムソンさんとかもね、最新でウルトラワンとかも出てるんですけどね、あれはね、外部マイクに対応してなかったりとかもあるんでね、中華アクションカムって言ってもね、いろんな種類があるんで、結構難しいんですよね、チョイスが。やっぱりね、安い中華アクションカムってね、なかなかね、自分の思ったような、なんていうんですか、機能が揃ってないことが多くてね、画質しかり、音声しかり、なかなかね、こう、かゆい部分に手が届くっていうようなね、カメラがね、ほんと少ないんですよね。高級アクションカムも考えなきゃいけないのかなとか思ったりとかあるんですけどね。高級アクションカムといえば、やっぱりGoPro ですよね。それに次いですごいのがオズモアクションだとか、いろいろありますけども、やっぱりね、一番のネックはやっぱり、性能はすごくいいと思いますけど、高い。で、高いからといってね、ただ、だからといって、すべての機能に、元ブログとして使うのに、満足いくレベルの性能があるのかと言われれば、そうではないみたいで、やっぱり一つ二つね、やっぱ難癖あるところあるみたいなんでね、その辺のことも考えながら、いろいろカメラね、中華アクションカムも含めて考えたいとは思ってるんですけど、まあそんな感じでね、やっぱりアクションカム買うとなるとね、やっぱり GoPro とかを中古で買うのか、もしくは新品で最新の中華アクション買うのかの2つの選択肢になってくると思うんですよね。まあそんなわけでね、中古か新品かはわからないですけども、ちょっと検討したいと思いますよ。ではね、本日の動画はこの辺にさせていただいて締めさせていただこうかなと思います。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。